どうも皆さんこんにちは。のび太です。いつも見てくださってありがとうございます。日本の風俗は今物議を醸していて、夜の街で複数回クラスターが発生してしまったことで、その安全性や必要性がすごく問われていると思います。以前、ある風俗嬢の方にインタビューさせていただいたのですが、一人だけでは足りないでしょう。もっと多くの意見が欲しいという声をたくさんいただきました。そこで今回はもう一名別の風俗嬢の方のご意見をシェアしていきたいと思います。これに関しては賛否両論あると思うんですけども、いずれにせよ尊重してオープンマインドな姿勢で聞いていただけたら嬉しいです。職業が、デリバリーヘルスという形態で働いている風俗嬢になります。車に女の子が乗って、ホテルで待ってるお客様のもとに派遣をされて、そこで60分とか80分とか時間の中で性的なサービスをするっていうお仕事にはなるんですけど、多分他の国の方からはちょっとびっくりされることも多いんですけど、本番がない、挿入行為がないっていう風俗になってます。法律的にできないので、代わりにちょっとスマタとかなんか言われる、疑似本番みたいな、そういうプレイが入ってくるって感じですね。なんですかね。今も実際別に、すごくお金が欲しいっていう気持ちで働いてるわけでは実はなくて、なんか風俗嬢っていうと、もうお金のために何もかも捨ててみたいなイメージがあるとは思うんですけど、なんかそうじゃない子も実はいて、好きでやってたりするっていうのもあります。で、特に私なんかも好きの度合いが大きい方だとは思うんですけど、そのなんかモチベーション好きみたいなところは、小さい時に私の家庭がすごく厳しい宗教家庭、お家の中で、世の中の人は世の人だからあんま付き合っちゃダメみたいな教えがあったんですよ。普通の子たちが普通にやってるような行事事とか、イベントとか、なんかそういうのでも結構制約が、特に男女交際なんて禁止だし、結婚前にエッチするみたいな、そういうのは絶対禁止みたいな、教えがあって、っていう中で、なんかすごく制約をされていたから、周りの人が何考えてんだろうとか、同世代の子とか、なんかどういう欲があるんだろうと思ってて、大学入学して親元を離れて一人暮らしをするようになった時に、なんか、すごくそこへの関心が強くなっちゃって遊び歩いてたっていうのがある。エッチが好きとか、なんか別に嫌いじゃないんですけど、好きなんですけど、っていうよりも、もっと人間のドロッとした部分って見てみたいなというか、本当は本当に何考えてんのみたいな。お店に学校の先生とかいらっしゃるんですけど、なんか、きっと全校長会とかでは、もう偉そうなこと言うわけですよ。綺麗なこと。だけど、お店の中で会って、で、プレイが終わった後にベッドで話してるシーンって、もう愚痴ばっかりだったりとか、あ、すごく人間っぽいなって思ってて、そこの部分がすごく面白み。だからそういう人間の、泥臭い部分というか、すごい深いところに触れられるような気がして、そこが私のモチベーションになってるのかなと。特になんか日本人だからっていうのもあるのかもしれないんですけど、誰にも言えないことを抱えてる人がもうめちゃくちゃ多い気がしていて、そういうことを話すことによってスッキリしたりだとか、風俗業界って女の子っていうのは全員お金のためにもう嫌だけどしょうがなく働いてて、なんかもう辞めれるもんならみんなすぐさま辞めたいんだみたいな印象がすごいついているのかなと思っていて、でも実際そんなこともなくて、本当に意思を持って選択し、その職業を職業として選択して働いてる子たちもいるし、すごくやりがいを持ってる子たちもいて、で、経営者とかスタッフさんもやっぱりこの仕事にプライド持ってやってる人たちも多いので、なんかそういうところが結構誤解されてるのかなとは思ったり、お金がなくて、風俗しかできないって言っている子とか考えている、そういう意見もあるんですけど、最後のフィルターって、たまに言われるんですけど、別にそうではなくって本当は。そこをやるのは福祉なので、私たちは別に福祉をしているわけではなくて、風俗っていう選択肢だけではないはずなので、それはなんか逆に気づいてほしいなというか、伝えていかなきゃいけない話なのかなとも思いますね。特に法律の中で、人が求めていて、働きたい人がいてっていうんであれば、特になくす理由もないはず
ですし、私自身やっぱりこう、風俗のお仕事を始めて、助けられた部分というか、救われた部分っていうのがやっぱりありますし、しんどい時とかにお客さんかけてくれた言葉とか、綺麗な思い出もたくさんありますし、良かったって言える人たちがいる業界を潰す理由はないんじゃないかなとは思いますね。なるほど。うん、中には、その、うん普段のそのプライベートの恋愛ができなくなるんじゃないかみたいな。なるほど、なるほど。そういう意味ではどう？どうなんですかね。なんか、それも考え方なのかなと思ってて、なんか、それこそ、なんか普通の趣味とかもきっと一緒で、二次元のオタクみたいなところとかも、アニメがすごく、こう、美少女アニメがすごく流行ったからって、こう恋愛をしないっていう選択肢を取る人が増えるのかって言ったら、まあ一部そうかもしれないけど、でもそれはそれでその人幸せじゃんとか、恋愛しない人もきっといっぱいいると思うんですよ、最近。別にね、結婚しない人も増えてきてますし、だからそれはそれで一つ選択肢としてあっていいんじゃないのかなとは。本当一歩踏み出したら倫理、道徳みたいな世界観の話になっちゃうから、何が正しいとかやっぱ人が決めることじゃないので、自分で好きだと思ったらやっぱ好きだし、私の中での今のミッションは、こう YouTube を通して、こう、なんか暗い気持ちで働いている子たちだけじゃないんだよみたいなのを伝えていくっていうのがまず最初の第一ステップなのかなとか思ってはいます。意外ともっとすごく叩かれるのかなと思ってたんですよ。もっと炎上するのかなみたいな思ってたんですけど、意外と結構好意的な意見が多くて、それこそこう業界外の主婦の方とかが全然そういう業界絡みがないけれど、こう面白いなと思ったとか、なんかこんな風にポジティブに働いている人たちがいるんですねみたいなのはいただけたりしますね。こう普段はこう風俗店を利用する側の男性とかも女の子たちが嫌々やってるっていう印象が強かったから、そうだからなんかこうやってポジティブにやってる人たちが多いんであれば自分たちも生きやすくなりましたみたいな意見もあります。やっぱりこの業界がすごい好きですし、もう救われてる部分もすごく救われてきた部分がすごくあるから、まあ、キャストっていう形をやめたとしてもこうどんな形であれ業界にはいたいなって思ってますね。だからこそ顔出しをしちゃってるし、だからこそ YouTube もやっちゃってるしって感じです。